レガシーシステム全否定の新しい IO が大障害で土下座した結果、時代遅れのゴミは捨てる。それ直せるの俺だけだけど。俺は大手製造業のグループ IT 企業で働く42歳のシステムエンジニアだ。専門はメインフレームシステムの開発と運用。新卒で入社してから20年、ずっと基幹システムを守ってきた。メインフレームってのは古い技術だと思われがちだけど、信頼性と処理能力は他の追随を許さないんだ。うちの基幹システムは全国50工場の生産管理と年間売上3000億円の受発注を24時間365日処理している。このシステムが止まれば会社全体が止まる。俺たちメインフレームチームは6人でこのシステムを守ってきた。稼働率 99.99% を20年間維持し続けている。この実績は俺たちの誇りだった。メインフレームってまだ使われてるんだ。銀行とか大企業は今でもメインフレームを多いよ。枯れた技術だからこそ安定してるんだよね。2ヶ月前、会社に新しい CIO が就任した。高橋っていう37歳の男で外資系コンサルファーム出身だ。皆さん、これから IT 部門を大改革します。これからの時代はクラウドです。全システムをクラウドに移行し、レガシーシステムは全廃します。ちょっと待ってください。基幹システムは会社の心臓部です。安易にクラウド移行するのは非常にリスクが高いです。あなたは誰ですか？メインフレームチームのリーダーをしています。ああ、メインフレームね。あんな時代遅れの異物、真っ先に廃止対象ですよ。いきなり異物扱いはひどいな。20年守ってきたシステムなのに。この新 CIO を地雷臭がする。異物ってあなたシステムのこと何も分かってないでしょ。メインフレームは稼働率 99.99% を20年維持してるんです。全国50工場の生産管理と年間3000億円の受発注を処理してます。だから何ですか？クラウドならもっと安く、もっと高速に処理できますよ。私は外資系コンサルで数十社のクラウド移行を成功させてきました。あなたみたいな老害が変化を妨げるんです。老害って言い方はないだろ。まだ40代じゃねえか。この CIO 絶対ろくなことにならんぞ。老害42歳で老害呼ばわりはひどいだろ。しかも20年の実績があるのに。この新 CIO 幹事アクスギ。その後役員会議で CIO が詳細なプレゼンをした。メインフレームの年間維持費は2億円です。クラウドに移行すれば年間5000万円に削減できます。年間1億5000万円のコスト削減です。おお、それは素晴らしい。ちょっと待ってください。その試算は移行コストやリスクを考慮していません。基幹システムの移行には最低でも2年かかります。その間のリスクと移行失敗時の損害を考えると。失敗なんてしませんよ。私は数十社のクラウド移行を成功させてきたプロです。あなたみたいな古い技術しか知らない人には理解できないでしょうが。古い技術ってメインフレームの技術は。まあまあ、高橋さんの実績は素晴らしいし、コスト削減は会社の命題でもあるからね。高橋さん、クラウド移行を進めてください。承知しました。会議の後 CIO から人員削減の通告があった。メインフレームチームは今後縮小します。6人から3人に削減。予算も半分にカットです。いきなり半分って無茶すぎ。6人から3人とか運用会覧だろ。3人じゃ24時間サポートができません。半年後にはクラウド移行が完了してるから問題ないでしょう。半年って基幹システムの移行に半年は無謀です。だから老害って言われるんですよ。時代についていけない、変化を恐れる、そんな姿勢だから会社のコストが無駄に膨らむんです。これは20年守ってきたシステムを。それとあなたの給料も見直しますので、時代遅れの技術に高い給料を払う必要はありませんから。その夜俺は2チャンネルに書き込んだ。新しい CIO が来てメインフレーム全否定された。老害呼ばわりされてチームも予算も半分にされた。20年守ってきたシステムが時代遅れの異物扱いだよ。それはひどいな。稼
同率 99.99% ってすごい実績なのに。クラウド万能論者っているよね。でも基幹システムのクラウド移行は本当にリスク高いよ。イッチは正しいこと言ってると思う。半年でできるわけないでしょ。でももう決まっちゃったんだ。社長も役員も CIO の味方だし、俺の言うことなんて誰も聞いてくれない。まあ CIO の責任でやるんだから。失敗したら CIO の責任だよ。イッチは記録だけはしっかり残しておけよ。そうだな。俺が指摘したリスクは全部メールで送って記録に残しておこう。1ヶ月後、CIO は大手クラウドベンダーと契約を結んだ。このプロジェクトは我が社の未来を変えるものです。半年で全システムをクラウド化します。半年とか無茶だろこれは絶対失敗するフラグ。イッチの警告無視してるし。素晴らしい。期待してます。ちょっといいですか。移行計画を見せてもらえませんか。データ移行の手順とバックアップ計画が重要なんです。専門家に任せてあるので問題ありません。あなたは既存システムの維持だけしてください。でも現行システムのことは俺たちが一番知ってるんです。古いシステムの知識なんて新しいプロジェクトには不要です。それから俺たちメインフレームチームは完全に蚊帳の外だった。移行プロジェクトの会議にも呼ばれず、計画書も見せてもらえない。ただ現行システムの維持だけを命じられた。これでいいのかな。リーダー、俺たちもう必要ないのかな。システムが動いてる限り俺たちは必要だ。ただ俺には嫌な予感しかしない。移行当日深夜2時、 CIO とベンダーのチームが最終作業を言っていた。いよいよだ。これで会社は変わる。データ移行の準備完了です。よし、実行だ。ちょっと待って、バックアップの検証はしたんですか。もちろんだ。すべて完璧だ。あなたは黙って見ててください。少なくともロールバック手順は。ロールバックなんて必要ない。成功することしか考えていない。これはまずい。午前3時、クラウドへの移行が開始された。メインフレームからデータが転送され始める。データ転送、順調です。よし、このままいけば明日には新システムが稼働だ。本当に大丈夫なのか。午前6時、移行作業が完了した。完璧だ。新システム起動。システム起動します。システムが起動しません。何？どういうことだ？データベースのスキーマがおかしいです。データ確認させてください。これ、在庫データが全部ゼロになってる。受発中データも消えてる。何だと？データ型の変換が間違ってる。メインフレームの EBCDIC 形式を ASCII に変換するとき。EBCDIC とか懐かしいな。こういう基本的なところでミスるとか。数値データが全部文字化けしてゼロになってる。そんなバックアップから戻せ。そのバックアップの検証をしてなくて。検証してない。午前8時、工場から次々と電話がかかってきた。生産管理システムが動かない。在庫が全部ゼロになってるぞ。ラインが止まってます。受注データが見えない。今日納品予定の製品はどうなってるんだ。待ってくれ。今復旧作業を。午前10時、全国50の工場のラインが完全停止した。損害額は1時間で5000万円。このままいけば2億円を超える大惨事だ。何とかしろ。無理です。データが壊れすぎてて。そんな俺のキャリアが。午前11時、俺は2チャンネルに状況を書き込んだ。やっぱりこうなった。クラウド移行が失敗して全システムダウン。うわやっちまったな。だから言ったのに。全国50工場のラインが止まって損害2億円コース。 CIO とベンダーは完全にパニック状態。うわリッチの警告無視した結果がこれか。 EBCDIC と ASCII 変換で失敗とかやばすぎ。バックアップ検証してないと過論外だろ。イッチ、どうするの？俺は一応独自にバックアップを取ってある。こうなることを予想してね。ここで伏線回収か。用意周到すぎる。さすが一致。プロの仕事だ。でも助けるの。助けてやるよ。ただし条
条件付きでね。午後12時、社長から全役員を集めた緊急会議が招集された。誰かこの状況を何とかできないのか。社長、メインフレームの知識がある人間は社内では一致さんしかいません。そうか、高橋さん、すぐに彼を呼んでください。はい。俺の携帯に CIO から電話がかかってきた。もしもし。頼む、助けてくれ。おや、どうされました？システムが、データが全部消えて。そうですか。でもそれは障害でしたよね。それはすまなかった。時代遅れの異物でしたよね。古いシステムの知識は不要だったはずですが。頼む、俺が悪かった。助けてくれ。何でもする。何でもですか？いた。イッチの逆襲来るぞ。ザマでは条件があります。1つ目、メインフレームチームの完全復活。人員6人、予算を元に戻す。2つ目、俺の昇進と給与が 10% アップ。3つ目、今後の技術判断には必ず俺を入れること。4つ目、あなたの謝罪、全社員の前で俺に頭を下げてください。それは。高橋さん、電話を代わってください。もしもし、社長です。社長、今の条件、すべて受け入れます。今すぐ会社に来てください。お願いします。会社を救ってください。わかりました。今から向かいます。完全勝利。イッチギリゼ。条件全部飲ませた。社長が土下座。給料 50% アップとか羨ましい。午後1時、俺は会社に到着した。まずメインフレームのバックアップサーバーにアクセスします。お願いします。俺は独自に取っていたバックアップから復旧作業を開始した。メインフレームには完全なバックアップが残っている。データをメインフレームから戻します。メインフレームからクラウドじゃなくて。時代遅れの異物がなければもう会社は救えませんよ。4時間後、午後5時、復旧完了しました。やったー。一致すげえ。さすが20年のベテラン。全データ移行前の状態に戻っています。ありがとう。本当にありがとう。さすが一致さん。工場のラインも順次再開された。ただし7時間のダウンタイムで損害額は約2億円。翌日、臨時役員会が開かれた。高橋さん、今回の責任は重大です。会社に2億円の損害を与えました。 CIO の職を解き、一般社員に降格します。ザマ飯馬。因果応報だな。そんな。またベンダーには契約違反で損害賠償を請求します。1億5000万円の賠償を求めます。そしてイッチさん、あなたを技術統括部長に任命します。おめでとう。出世した。技術統括部長って最高じゃん。年収は800万から1200万に。ありがとうございます。メインフレームチームは元の6人体制に戻します。予算を倍増させます。今後の技術判断には必ずあなたに相談します。そして最後に、高橋さん、イッチさんに謝罪してください。一致さん、申し訳ありませんでした。老害呼ばわりして時代遅れだとバカにして本当にすみませんでした。わかりました。これからは一緒に会社のために働きましょう。その後、俺は技術統括部長として会社の技術戦略を担当することになった。メインフレームは継続して運用することが決定。ただしクラウド移行も完全に中止したわけじゃない。俺が主導して段階的で慎重な移行計画を策定した。まず周辺システムから移行を始め、検証を重ねる。基幹システムの移行には3年かけることにした。この計画は大成功だった。トラブルもなくコスト削減も実現した。その夜、俺は2チャンネルに最終報告を書き込んだ。みんなここまで読んでくれてありがとう。結果的に全てうまくいった。今回学んだことは、技術に古いも新しいもないってこと。大事なのは適材適所、そして経験と知識を軽んじてはいけないってこと。一致をつ。飯をつ。
最高だった。スカッとしたわ。給料 50% アップおめ。これからも頑張ってね。メインフレーム最強。みんなありがとう。これからも会社のために頑張るよ。